京都を歩くととっても楽しい交差点で右折左折を繰り返して京都の街を散策する京都ジグザグ歩き。今回は JR 京都駅から堀川六条あたりまでジグザグと歩き、大通りは曲がらずに直進したり、大通りに出る前に左折で戻ったりしながら西本願寺の前まで行きました。寺院や仏具店が多く、さまざまな発見と出会いがありました。牛丼チェーンがテナントに入る登録有形文化財の洋風建築ビル。町屋の軒下で新鮮な京都産の野菜を売るご夫婦にインタビュー。自動販売機に見つけた京都府警のシール。タイ5つ星ホテルの鬼門封じに二宮金次郎像。足や側面に動物や人などを装飾した花壇。骸骨の屋号の念寿店で骸骨の謎について店主にインタビュー。町屋の町並みの中で異彩を放つ洋風建築の本願寺伝道院など、今回はインタビューも含めた盛りだくさんの内容になっています。ぜひ最後までご視聴ください。 JR 京都駅からスタートしましたが、コイン駐車場や空き地が多く特筆すべきものがなかったので、七条新町の交差点から紹介します。七条新町の交差点にある洋風建築のフジラビットは登録有形文化財。文化庁文化遺産オンラインと日光社のホームページによると、自動車販売の日光社の社屋として大正時代1925年頃に建築。日光社の日光をデザインした最上部中央のアーチ窓が特徴的で、1階のステンドグラスにはアメリカフォード社の輸入販売業務を行っていた当時の様子がうかがえます。現在は1階で中尾が営業していて、登録有形文化財の中で美味しい牛丼を味わえます。夜の外観もおすすめで、ステンドグラスが綺麗で、遠くに京都タワーも見えて素敵な夜景になります。大通りは右左折せず直進するので、七条通りを渡って新町通りを北へ進みます。古い町屋が並んでいるので歩いて楽しい通りです。町屋の軒先に並ぶ野菜を発見しました。マーチャン製菓はマーちゃんこと柴田正勝さんと奥様の夏子さんが2020年に開業された町屋の青果店です。毎朝11時頃から軒下に新鮮な野菜を並べてお店が始まります。まーちゃんは京都中央市場の仲買人だったので、その経験と人脈で京都と滋賀の美味しい旬の野菜を仕入れて販売されています。京都滋賀にないものはもう仕方がないんでね。じゃがいもなんかはもう北海道。でも夏場になったら出てきますからね、京都。京都産ですか？出てきますよ。じゃがいも。全然知らんの多い人は京都。あれも京都産って僕はそれ初めて聞きました。あるんですよ。育ててるんですね。そう。玉ねぎもありますし。結構ね、何でもあるんですよ。結構ありますよ。知らん、ほんまに知らんだけってね。さすがにわさびはないかな。ニンニクはありますしね。美味しいですか。ニンニク生姜ありますしね。ニンニクは好評ですよ。舞鶴の方でしたっけ？なんか聞いたことある。かけらこんなんで。なんか北の方でなんか作り出したっていうのをちょっと聞いて、なんかね、舞鶴さんの臭みが少なくて、でスライスしやすい。高齢のお客様が多いので、野菜はカット販売するのかと思いきや、マーチャン製菓では丸のままをお勧めされています。切ってしまうとでも無理ですからね。切ってしまうとね、すぐ悪なってる。そうですよ。私うちも玉売りでこうピリピリして使いとか言うて。常連のお客様が来られました。あ、お茶いらっしゃい。おはようさんです。おはようございます。すごいよ。いつもこれで感じあるよ。おばあちゃんですか。
トマトは薬やな。リコピー。よし。リコピー。前でいい？ありがとうございます。ありがとうございます。マーチャン製菓は地域の交流の場だけでなく、地域の見守りにもなっているようです。おばあちゃんおじいちゃんとかやったらね、買い物に来た後ずーっと喋ったはんな。でもちょっと見に来ると、どうしたはんのって言って、ちょっと心配になってやるとか。ありがとうございます。いつもありがとうございます。マーチャン製菓は仕入れた野菜の情報などを夏子さんがインスタで発信されています。珍しい形の大根を撮影して顔を加工した画像をアップしたり、藤の森神社の手作り市の出店情報もお知らせしたり、気になる方はチェックしてみては。気軽におしゃべりだけで立ち寄るのも歓迎とか、夏子さんは午前中にいらっしゃるそうで、日曜祝日がお休みで臨時休業もあるそうです。すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、すみません。ありがとうございます。すいません。ジグザグ歩きを再開します。新町通りから北小路通りを左折、そして若宮通りを右に曲がります。自動販売機に貼られた購入方法のポップに気づきました。英語、中国語、韓国語で記されて、英語の縦書き表記や商品を取り出した後にお釣りの返金まで説明する丁寧さが日本らしい。イラストが舞妓さんなので京都限定でしょうか。その後に気づいたのが疫病退散のシール。京都府警察本部のフェイスブックによると、妖怪アマビエを描いた短冊シールを2020年9月に下京警察署が制作して配布されました。もらった方が自動販売機に貼ったのでしょう。日焼けで赤のインクが消えただけなんですが、まるで役目を終えたアマビエが去っていったかのようです。正面通りを左折して少し先の右手に恵比寿神社があります。下調べで歩いた時にたまたま戸が開いていたのですが、誰もいらっしゃらず、戸が開いていなければ気づかずに通り過ぎていました。奥に細長いこの神社は別の機会に取材して紹介できたらと思います。西の東院通りは大通りなのでそのまま直進します。タイの5つ星ホテル樹下に京都の横を通り、東中筋通りを右折するときに二宮金次郎像を見つけました。明治2年1869年に町衆によって開校し、明治7年にこの地に移転してきた食流小学校。平成22年に統廃合され、学校の跡地には樹下に京都になっています。元小学校であったことを記すために、小学校の正門横で長年子供を見守ってきた二宮金次郎像が設置されています。実はここ、ホテルの南西にあたり裏鬼門なんです。これだけ大掛かりな鬼門封じはかなり珍しいと思います。タイの5つ星ホテルが鬼門封じで厄除けを行う、京都の伝統や文化を重んじる姿勢にちょっと感動しました。旧花屋町通りを左に曲がり、しばらく行くとゲストハウスの前に芸術的な花壇を見つけました。足が猫になっていて、花壇の下に隠れて辺りを伺う様子がとても猫っぽい。側面には馬、乗馬する人、笛を吹く羊飼いか牛飼いの様子が立体的なレリーフで描かれていて、なかなか見応えがあります。こういう発見も街歩きの楽しさです。油の工事通りを右折します。浄土真宗本願寺派の京都教区教務所の建物。同所のホームページによると、大正12年に建てられ、入り口の3つの大きなアーチが印象的で、剣道会館と呼ばれているそうです。油の工事通りを直進します。五条通りにつながるため交通量も多いので、
注意して歩きましょう。六条通りの交差点でちょっと変わった池津石を見つけました。コンクリートブロックをフルタイヤの中に入れた池津石で、これならぶつかっても車は傷つかないし建物も守れる。思いやりのある家主さんが設けた池津石ならぬ優しい石です。六条通りを西に進み、直進すると堀川通りに出るので、西中筋通りを左に曲がります。この通りにはお寺が多いので、お寺の掲示板のお言葉を見ながら歩きました。花屋町通りに戻り、堀川通りに出ます。右手に西本願寺が見えますが、気になるものを見つけたので、左折して旧花屋町通りに入ると、珍しい店名に目が奪われました。芝川骸骨堂、京念珠や仏具を扱う専門店ですが、店頭のショーケースには念珠以外にも頭蓋骨や観音像、古物などが展示され、なんだかとっても怪しい感じ。正直入りにくかったのですが、屋号の骸骨の理由だけでも教えてもらえたらと思い切ってドアを開けました。するとご主人が丁寧に取材に応じてくださりました。屋号の由来っていうのを教えていただけますか。これはですね、私の祖父にあたるおじいさんの頃に、明治の頃なんですけど、もともと芝川念珠店っていう名前やったんですが、やっぱり骸骨堂という名前でなんかそのドクログッズだけを売ってるとか疑惑があってね、はい、ここを建て替えした時に、はい、これがねちょっとなくなったんですよ。でこの頃にすでにもう骸骨というのがあって、これ一応ね人骨なんですよ。人間の骨なんです。基本的にはね玉数って100やつなんですよ。これは種は一緒なんですよ。煩悩の数。屋号のこと、お店の歴史、貴重な念珠のことなど興味深い話がたくさん聞けたので、ジグザグ歩きでは収まりきらないので別動画で紹介します。ぜひそちらをご覧ください。芝川骸骨堂を出てすぐのマンション。ラークは鳥のひばりですが、私は昔愛煙家でして、タバコのロゴにちょっと似てるなぁと。昔は流行の最先端をオマージュするのは当たり前で、ポパイやアンアンなどのロゴを模したお店をあちこちで見かけたことを思い出しました。油の工事通りを右折して京都駅側に向かって歩きます。しばらく行った右手、お地蔵様の隣に中井正五郎殉難の碑がありました。フィールドミュージアム京都によると、坂本龍馬、中岡慎太郎が暗殺され、その仇を討つために海援隊の陸奥宗光らと共に中井正五郎は旅籠の天満屋を襲撃しますが、新選組と戦って討ち死にしたそうです。この碑を見るまで中井正五郎のことを何も知りませんでしたが、21歳の若さで亡くなっており、殉難を伝える石碑が建てられたのは、正五郎は周りからとても可愛がられ愛されていた青年だったんだろうと想像でき、胸が少し熱くなりました。油の工事通りを南へ進んで、先に見えてくるのが本願寺伝道院です。伝道院前の案内板によると、旧信州信徒生命保険株式会社の本館で、明治45年、1912年に東京帝国大学教授伊藤忠太氏の設計、竹中工務店の施工によって建築。国の重要文化財であり、浄土真宗派僧侶の布教・研修の道場として使用されています。本願寺伝道院は一般公開されていませんが、学びのご縁を結ぶ講座が本願寺伝道院で開催されています。西本願寺のホームページをご覧ください。また、お西さんの法要行事の YouTube チャンネルで、本願寺伝道院をドローンで撮影した貴重な映像を公開されています。詳細は概要欄をご覧ください。正面通りを西へ向かい、総門の脇を通って堀川通りを渡ると、
西本願寺に到着しました。今回は大通りを曲がらずに直進したり、左折を2回繰り返したところもありました。興味のあるものや珍しいものが見つかれば、それを優先して街歩きしていきます。素敵な京都の一日になりますように。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。